本日はこのシノロジードライブ約1年前にご紹介した動画なんですが、この1年使ってみて、使い方がこなれてきたといいますか、ちょっと使い方を変えてみたりとか、分かってきたこともありましたので、その現状を踏まえての、新しい私のシノロジードライブのセットアップについてのご紹介をしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。インストチャンネルコーヒーです。このシノロジードライブというのは、シノロジー、NAS のメーカーシノロジーが出しています、あたかもワンドライブやドロップボックスのように、NAS を言ってみればクラウドストレージに見立てて、パソコンの指定したフォルダのデータを、ほぼリアルタイムで NAS 上とローカル上と同期して使っていくことができるサービスの名称です。でこのシノロジードライブというのは、ローカル上のデータストレージを圧迫しない節約をして、NAS 上のデータをあたかも全てのファイルがローカル上にあるかのように、見せかけてくれる、ショートカットのような、使い方ができるものになっています。最大のメリットとしてはそのストレージの節約であります。例えば私は以前500ギガ1テラ、少ない容量の SSD を使用してこのシノロジードライブを使うことで動画の編集データやポッドキャストの音声データなどを NAS 上に置いておいて、それをシノロジードライブで同期をしながら使っていました。そうすることでデータの容量自体は、総量でいうと 6TB か 7TB ぐらいあるものを、わずかに500ギガとか 1TB の SSD 上に、全て存在しているかのように見えるという、そういう使い方ができるのがこのシノロジードライブの特徴ですね。詳しいところはこの1年前の動画でご紹介しておりますので、そちらをご覧ください。で、私がなぜ今回シノロジードライブの使い方を少し変えることになったかと言いますと、パソコンの入れ替えをしました。このちょうどデスクの下に置いてあるんですけども、DIY というかそのパソコン自作をしているものを新しい構成に入れ替えまして、M.2 の SSD の構成が変わりました。以前は M.2 の SSD が1スロットしかなかったのかなというマザーボードで使ってたんですけども、今回は4スロットぐらいあるマザーになりまして、ASUS の Steel Legend Z690 の Wi-Fi 搭載モデルというやつになってます。DDR5 のメモリーが使えたりとかするんですけども、ちょうどここに、まとめの画像を用意しておいたんですが、PCIe の第4世代の家計音の HyperM.2 というスロットがありまして、細かい説明はここの M.2 の説明はしませんけども、とにかく速い書き込み読み書き速度でアクセスできる M.2 のスロットが、ここのもので2つあるよということで、それまでは1つの SSD と NAS という運用方法をその前回のシノロジードライブの時にはしてたんですが、これを、シノロジードライブを含む NAS の運用方法はそのままに、ローカルのストレージを2ドライブ2つに、増やすことにしました。で、1つは、メインの OS 用の、いわゆる C ドライブという、設定にして、でもう1つはデータドライブという形で分けました。前回の構成までではその C ドライブの中に OS やプログラムアプリケーションなどの入ってるところと、それからそのデータ、シノロジードライブで共有する、あるいはその他のデータも含めて、同じ C ドライブの中に共有させてたので、若干そのファイルの整理の部分で、課題を残してしまったなという気がしていまして、今回マザーボードの、スペックがそこに追いついてくれたので、2台ローカルストレージ2台体制に戻すという形になります。でこの、HyperM.2 というのが ASUS 独自の名称なのかな他社がどういうふうに呼んでるかよく分かりませんけども、PCIe Gen 4 by 4というやつになってまして、PCI Express のバスの、第4世代のものの、掛け4動作っていうのかな4倍動作になってまして、具体的に言うと 64GB パーセカンド
のデータ転送ができるというものです。もうこれ以上ね、シノロジードライブの解説には説明は不要なんですけども、じゃあその一つ下はどうかというと、第3世代の倍音というのがあって、これが 32GB パーセカンドということで、バイトなのかなビットなのかなよくわかりませんけど、2倍の速度が利用できるよという形になっていて、それが決断の理由になりました。で、搭載した SSD についてご説明をしておきますと、ウエスタンデジタルのブラック SN770 っていうモデルがあります。現行普通に売ってるモデルなんですけども、C ドライブにはこれの 500GB を選択しました。今までは、シノロジードライブのデータストレージとしてローカルストレージとしても利用してたので 1TB の SSD を使ってたんですが、それはもう1テラの必要がないということになりましたので、 OS とアプリケーションその他のものが収まればいい、十分な容量さえあればいいということだったので 500GB に落として価格を抑えました。そして新たにつける D ドライブ、そのデータストレージ用、それから NAS とかとのリンク用、ローカルストレージとしての活用できる SSD についてはちょっと高かったんですけども 2TB を使うことにしました。ちょっと高かったとはいえだいぶ値段がこなれてきたのでお求めやすい価格にはなってるかなと思います。同じシリーズ同じモデルの、容量違いを選択しているということです。これが PCI 4.0 対応ということで、先ほどの PCI Gen 4 by 4の速度を活かせるものになってます。最速ではなかったかと思いますけども、コスパの高い M.2 SSD になってるなと思って、こちらを選択しています。で、実際どういうふうにしたかと言いますと、C ドライブは先ほど言ったように OS やアプリケーションで使うためなので NAS との連携は C ドライブ上は一切ない状態になっています。で、システムフォルダーとかそれから OneDrive などのクラウドストレージも全部 D ドライブに関連づけるようにしているので、データは D ドライブに集約しているようなイメージになります。で、D ドライブ上に今回は、2つのシノロジードライブと連携したフォルダを設置することにしました。前回までは1つです。で、その1つは何だったかというと、私のところでポッドチューブというフォルダ名をつけてるんですけども、ポッドキャストと YouTube のデータが入ってるよということでポッドチューブという名前をつけてるんですが、こちらは一番スタンダードなシノロジードライブの使い方で、ローカルストレージを節約するという使用方法ですね。なので、ファイルの実体は NAS 上に置いておきながら、編集などで使うデータだけをローカルに自動的に同期をすることによって、あたかもファイルの全体が D ドライブに存在しているかのように見せかけながら、データの実体は節約をして、効率よくそのパフォーマンスとストレージ容量のバランスをとっていこうという、そういう仕組みになっています。これは従来通り前回のご説明した内容と同じです。で、もう一つあるのがボックスというのをつけました。こちらは単純に、D ドライブに置いてある、ファイル置き場です。今は特に実は運用してなくて、ファイル移行、パソコンのデータ移行の時のバックアップを取ってあったりとか、そういった極めて実用的なフォルダになっています。で、こちらもシノロジードライブとの連携をするようにしました。じゃあなんでポッドチューブの中にこのボックスを入れなかったのかっていう話になってくるんですけども、このポッドチューブとボックスはシノロジードライブとしての振る舞いを大きく分けています。しっかりと明確に分けています。その明確に分かれているところが何かというと、先ほどポッドチューブの時にご紹介をしたローカルストレージの容量を節約するという機能なんですね。ボックスの方はローカルストレージの容量を節約する機能をオフにしてあります。これはどういうことかと言いますと、ボックスフォルダ全体の実体ファイルは全て D ドライブに残っている状態で、シノロジードライブとのファイル同期をしているということになります。簡単に言うと、ミラーリングをしている状態です。ボックスというフォルダの中を常にほぼリアルタイムに、シノロジーナスのボックスフォルダとの同期を取って、
ミラーリングをしている状態という形になっています。ポッドチューブについては同じくミラーリングはしていますけども、ローカルのストレージを積極的に節約していこうという振る舞い。ボックスについてはこのローカルの容量節約をしないという選択なんですね。で、じゃあこの2つの選択の違いはどういうところに利便性に影響してくるかと言いますと、ボックスについては実体ファイルがいつでもローカルに残っていますので、何か突然作業をしようと思った時に、このファイルないんで一回取ってきますねっていうダウンロードの、タイミングは発生しません。なので使いたいファイルはいつでも D ドライブにある状態で、ローカルにある状態で使えます。ここですね、ポイントはね。で、なぜそれが実現できるようになったかというと、そもそも 2TB にデータストレージを増やしたので、このポッドチューブがどれぐらい容量を圧迫したとしても、ボックスがローカルに全てのファイルを保持していたとして、十分運用していけるだろうという、そういう合理性の判断という形になっています。こちらは、シノロジードライブクライアントという設定画面ですね。ポッドチューブ、ボックスどちらも双方向同期という風になってますので、これがいわゆるミラーリングの状態です。仮にシノロジードライブ上のファイルを変更した場合でもローカル上のファイルが変更されるという双方向の同期になっていますね。で、ポッドチューブの方だけ雲のマークがついてますけども、これがそのローカルストレージの容量を節約する場合に表示されるアイコンになっています。で、実際にそのシノロジードライブクライアントからグローバル設定というところで使用量を見てみますと、ポッドチューブについては 6.9TB のデータが存在していることになっています。そしてボックスについては 306GB、307GB ですかね、存在していることになります。2TB ありましたから 6.9TB あった時点でもうすでに容量は超えていますよね。なので通常考えればもうアップなわけですよ。でも M.2 の SSD、 先ほど買ったウエスタンデジタルの SL770 で、7TB っていうファイルサイズのストレージありませんけども、7TB 分を用意しようと思ったらものすごい大変なことになるわけですね。それをしなくてもできているというのがポイントです。じゃあそのボックス、それからポッドチューブ、それぞれのファイル、それぞれのフォルダが、実際ローカルの SSD 上ではどれぐらいのファイルサイズになっているのかっていうところを見てみます。これは、Windows の Explorer から、プロパティを開いていただきますと簡単に確認できるようになっています。サイズとディスク上のサイズというのがありまして、これが実際のそのファイル群の、理論上のファイルサイズとそれから実体のファイルサイズになっています。例えばボックスの方ですと D ドライブ上のサイズは 306GB というふうに表示がされていますが、ディスク上のサイズも 306GB ということで、理論上のファイルサイズと実体のファイルサイズが、ほぼ一つになっているという形になります。それに対してポッドチューブはどうなっているかというと、理論上 6.9TB のファイルが存在していますよという話になっていますが、ディスク上のサイズとしては 574GB ということになっています。なので、6.9TB あるはずのファイルから574GB だけを一時的にローカルに保存していますというのがこの数字が表すところです。で、このローカルに取ってある 574GB というのはどういう選択基準で判断されているかというと、それはシノロジードライブのクライアントが自動的に判断をして、使っているファイルとか、最近使ったファイルとかを残しておいて、使う最終使用日からだいぶ離れたねとか、そういった条件の時に自動的に開放をしているという形になります。 2TB D ドライブあるという話をしましたから、今 574GB と 306GB ですから、約900GB ぐらい、1テラぐらいの、ディスクサイズを使っていることになりますので、その他の、ファイルもD ドライブ上にはありますから、その他のファイルを取ったとしても十分にファイルサイズ、そのストレージの活用が十分にできているのかなというふうに感じています。で、先ほど来話をしているシノロジードライブの同期方法の部分の設定画面を今ご覧いただいておりますが、
オンデマンド同期を有効にしてディスクスペースを節約しますというものにチェックが入っているか入ってないかの違いがあるよというところをご確認いただけるかと思います。ここの設定を工夫することで先ほど来説明しているそのローカルに全てのファイルを取っておくか、ローカルのディスクスペースを節約するかという選択が変えられるので、同じシノロジードライブという使い方ではあるんですけども、2つの方向性の違った運用方法ができるねというのが今回ご説明する一番のポイントになっています。実際こちらが私のパソコンエクスプローラー上から見たシノロジードライブ以外の NAS の関連しているところです。実はデータストレージとフォト、ビデオ、ミュージックというそれぞれ別々独立したフォルダを NAS 上に作っていまして、それはネットワークドライブとしてマウントをしています。なのでシノロジードライブとして使っているボックスとポッドチューブ、それからNAS ディスクネットワークドライブとしてマウントしているデータストレージ、フォト、ビデオ、ミュージックというこれらの、データストレージというかそのファイルを保存している、フォルダですね。フォルダが私のパソコンと NAS の間で、連携をし合って使っている状態になります。シノロジードライブ1本じゃダメなのっていう話になってくると思うんですけど、運用方法に、違いがありまして、ボックスについてはシノロジードライブかつディスクスペースの節約をしていないということで、ローカル上に全ての実体ファイルがある中で、ほぼリアルタイムに NAS と同期を取っているというのがボックス。ポッドチューブについては、NAS には、全ての実体ファイルが NAS に存在していて、現在利用しているファイル、いくつかのファイルだけがローカルに保存されているという状態です。で、ほぼリアルタイムに同期がされているというのがポッドチューブ。それに対してデータストレージ、フォト、ビデオ、ミュージックというのは、データは全て NAS 上にあります。ローカルには一切ないという形になります。なので、ディスクスペースは全く圧迫せず、この NAS とパソコンの間の通信帯域、その速度のデータのやり取りの速度が、問題ないファイルについてはそれぞれの、場所に格納しているということです。で、これわざわざ4つに分けているのは、1つのドライブをマウントしてその中でフォルダを分ければいいだけの話なんですけど、それを根元で分けてるかもう一段、入ってから分けてるかみたいな、ただそれだけの違いなので、それ以上の意味はないです。ただファイルの整理のしやすさだけを選択しています。例えば私の場合は写真を撮ってきてそれをライトルームクラシックで現像したりとかするわけなんですが、ライトルームクラシックはそのアルバムデータだけをローカルに保持しておけばデータの実態は NAS 上にあっても全く問題ないので、そういったものはこのフォトフォルダの中に全部入れて、そこから使っているという形になります。例えばただ見るだけの動画ファイルなんかはこのビデオの方に入れておいて NAS 上にアクセスをして再生をするというのでも十分スムーズに見れるのでそのようにしています。今だいぶ少なくなりましたけど、ミュージック、昔はMP3 ファイルの、音楽 CD リッピングしたものとか、それからラジオ番組を録音したものとかがいっぱいありましたが、そういったものもただ再生するだけなので、NAS 上に置いといてローカルストレージは節約しているという形です。シノロジードライブについては、エクスプローラー上から世代管理ができない状態なので、その世代管理をしたい場合には NAS の方の管理画面からやる必要がありますが、データドライブ、フォト、ビデオ、ミュージックのこのただマウントしてるだけの NAS 上のデータについては、実はこれエクスプローラー上からも世代管理ができるというか、そのロールバックができるようになってまして、実際にはまだ使ってませんけども、管理画面を見るだけで幸い復元を必要な場面に遭遇してませんから、使ってませんが、エクスプローラーから簡単にファイルを読み戻すことができるという利便性もあります。今ちょっとそのあたりを考えてまして、この NAS1 年間運用してますけども、 NAS 自体のバックアップっていうのは実はまだ一度も取ったことがないんですよ。で、ただその NAS だって必ず壊れないとは限りませんから、データの冗長性は確保していますけども、そうはいえ完璧ではないので、この NAS のデータのバックアップっていうのを実は今真剣に考えてまして、
このシノロジードライブの使い方の変更とかでだいぶそのパソコンと NAS 間のデータ連携っていうのは思うようにできるようになってきたなと思うので、次はその NAS データのバックアップをね取れるようになっていきたいなっていうふうに考えています。ちょっとシノロジードライブの活用に関するアップデートという感じでしたけども、皆さんのそのシノロジードライブ運用のヒントになればいいなと思ってちょっと動画にしてみました。大変便利な機能で、例えば動画のデータを編集するにしても NAS からローカルにコピーする時間はかかるんでしょという質問があるわけですよね。で、例えば1ヶ月前の動画をもう一回編集したいなとか、1ヶ月前の素材をもう一回再利用したいなとかいうと、確かにデータのダウンロードの時間は発生するんですけど、そのデータがダウンロードしている間の待ち時間は発生するものの、それ以外の使い勝手っていうのは非常に考えられているというか、例えば動画ファイルをクリックして再生をするというアクション、いつもの通りのアクションをするだけで、もしデータがローカルになかった場合には、ダウンロードが始まってそのまま何をすることもなく再生につながっていくので、例えばプレミアプロで開いたファイルでフッテージがローカルに存在しなかった場合も、ただ単にダウンロードが始まってダウンロードが完了すればプレミアプロの操作が続行していくので、ただちょっと待つ時間があるかもしれないというだけの非常に、迷わないというか困らないというか、そういうワークフローになっているので、納得いただけるんであれば非常に便利ですね。私はとても便利に使っています。で、そのデータの開放とかも特に通常は意識することがないので、データのローカルストレージの節約についてはもう全部シノロジードライブに基本的には丸投げて大丈夫という。そうすると 6.9TB のデータがあたかもローカルに存在しているかのような、その構成だけですけどね、あたかもローカルに存在しているかのような便利さで、あとはそのわずかにダウンロードが発生するだけで運用 2TB の SSD でも十分に運用していけると。で、編集時には全部 2TB のスピードの M.2 で SSD のスピードの中でできるようになるわけなので大変便利です。ぜひ NAS の説明についてはその1年前の動画、このシノロジードライブ以外にももう一つ NAS 導入のおすすめとかですね、それから動画や音声ファイルの編集の、その使い方とかも一通り説明をしていますので、大変長ったらしい動画なんですけども、参考に見ていただければ嬉しいなと思います。次は NAS のバックアップでまたご紹介できる動画ができればいいなと思っておりますので、まず頑張りますというところですけども、シノロジードライブに関する質問がありましたら、ぜひお気兼ねなくコメント欄にお寄せください。分かる範囲で調べてお答えできるようにしていきたいなと思っております。以上、インストチャンネルコーヒーでした。ありがとうございました。